か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。さて今日はですね、韓国ドラマの広告事情というのをテーマにお話しして、最後に今週紹介するドラマ天国の階段に少し触れようと思います。まずですね、間接広告の話をしたいんですが、この間接広告をね PPL と言います。で PPL って何のことかというと、英語のプロダクトプレイスメントの略語なんですね。韓国語では간접 광고と言います。日本語の意味は間接広告なんですね。でこの間接広告 PPL というのは何かというと、映画とかドラマで俳優さんが使う小道具として実際の商品とか商標を登場させるっていう広告手法のことなんですね。よく韓国ドラマでも出演者が特定のブランドの飲み物を何回も飲んでたりとか、あと特定のカフェで待ち合わせたりチェーン店で食事をしたりっていうシーンがあるんですけれども、実はねこれら大抵 PPL といって、つまり広告なんですよね。その企業がドラマの制作費を提供する代わりに、自社の商品をドラマの中で使ってもらって間接的に宣伝をするということなんです。でこれが本当食品から家電、車、あと携帯の中のアプリとかですね、もう最近ではロケ地そのものが実は PPL という広告だったといったねこともあったりして、かなり幅広く登場してくるんですね。でなぜこのような広告手法が盛んに使われているかというとですね、韓国の地上波テレビ、これは3局あります。 KBS、SBS、MBS ですね。この地上波テレビでは中間広告が禁止されてきたっていう背景があるんですよ。で中間広告っていうのは番組の途中で15分とか経ったら流れる、我々がよく馴染んでいる CM です。日本のドラマとかバラエティだと、こう展開が高まってきたところで、はい一旦 CM ですみたいなのがよくあるじゃないですか。続きが気になるなってなるんですけれども、これがね中間広告です。番組の途中に流れるものですね。で韓国はこの中間広告が長いことなかったんですね。地上波放送では禁止されてきたっていう背景があって、この中間広告がない代わりに、じゃあ CM いつ流れるかっていうと、一番組終わって次の番組が始まるまでの前後のタイミングだけしか CM ってなかったんですよ。なんでドラマは一旦始まったらもう最後まで CM なしなんですね。だから視聴者としてはずっと集中して楽しめる反面、途中でねトイレ休憩とか行けないわけですよ。トイレ行っちゃったら見逃しちゃうので、もう万全の体制でねドラマを見始めないといけないっていうことなんですね。でこの背景にはですね、日本のテレビ広告っていうのは広告代理店の影響が強いんですよ。D2 さんとかですね、 H 報道さんとかですね、そういったところがテレビ広告っていうのを、担ってて、テレビ局とやり取りして広告を流してるんですけれども、韓国のテレビ広告っていうのは韓国放送広告公社という政府機関がね管理してるそうなんですよ。だから広告の種類とか単価、それから流せるタイミングとかも全部細かく決めてるそうなんですよね。で韓国に旅行に行った時にテレビを見たことがある人はですね、こう画面上にスポットでこう出る広告ですとか、あと字幕の広告とかも見たことがある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、この種類とか、それから回数、時間帯とかも全部ねその政府機関が審議して決めてるっていう背景があるんですね。ただドラマを作るには莫大な制作費が必要なんですよ。もう最近のその韓国ドラマはもう本当に豪華になってきてますよね。 CG とか、もうあと使う物品とかもね高価なものが多いっていうことで、数十億円の制作費を使っていることが多いんです。そうなるとやっぱり企業にスポンサーになってもらって
て制作費を提供してもらうっていう必要があるんですね。なので広告は中間広告ないけれども、さりげなくドラマの中でスポンサー企業の商品を登場させるっていうことで広告にすると、これがPPL 間接広告なんですね。で、実際に企業との契約の中ではドラマの中で商品を何回映しますよという契約でお金をもらってるっていう場合もあるそうなんです。だから作り手、脚本家とか、あと現場で撮影する方とかはそれも鑑みてですね、ドラマを作っていかなきゃいけない、しかも自然な流れの中でっていうことが求められるので、かなり大変な仕事ですよね。でしかしこの番組の途中に入れる中間広告が NG だったのは韓国でも地上波放送だけだったんですよ。で地上波放送の他にもケーブルテレビとか、あと衛星放送っていうのも韓国にはあるんですけれども、そのケーブルテレビや衛星放送は中間広告が OK だったんですね。許可されてたんですよ。で中間広告っていうのは視聴者からすると15分とかで話が途切れちゃうから放送を遮られるっていうことになるんですけれども、制作者側としてでは期間での契約をしてもらえるんですよね。多分、この、1年とか半年とかの間、ここの何時から何時までの間にあなたの企業の CM を何回流しますよっていうことで期間契約をしてもらえる分、中間広告を流せると財源確保がやっぱりしやすいっていうメリットがあるんですよね。で間接広告 PPL だけだとその作品ごとに契約しないといけないっていうのがあるので、やっぱり期間で契約してもらった方が制作者側としてはいいということで、地上波のその制作サイドからはずっとね中間広告を認めてほしいという要望はあったわけですね。ただ視聴者はやめてほしいみたいな、ドラマの流れを止めないでほしいみたいなね。でそのせめぎ合いがあったわけなんですが、その最近では中間広告 OK の方のケーブルテレビがやっぱ財源が安定するっていうことで番組のクオリティがどんどん上がってきたんですよ。で代表的には TBN というケーブルテレビ局ですね。このテレビ局はトッケビとか、あと賢い医師生活、知っているワイフ、これは日本でもリメイクされましたからね。そんな数々のヒットドラマ、それから面白いバラエティ番組をねケーブルテレビ局 TBN がどんどん生み出してきてると。でこういった状況からですね、やっぱり地上波だけ中間広告入れられないことで財源的な格差ができて、で伸びられないで、うまく伸びていけないっていうのはこれは不公平なんじゃないかという議論が出てきたわけですよ。でこの7月ですね、去年の7月から放送業界の均衡を保つためっていうことで、なんと韓国でも地上波放送での中間広告が許可されたそうです。ただ45分以上のプログラムで1回とか60分以上で2回っていうぐらいなので、日本と比べるとちょっとね中間広告のタイミングが少し少なめなのかもしれないんですけれども、もうつい最近去年の7月から地上波も中間広告を入れられるようになったっていうことなんですね。それでまた PPL 間接広告の方の話に戻しますとですね、実際この PPL というのはかなり経済効果があってですね、2015年だったかな、放送されたキルミーヒールミーというドラマがありましたね。でこのドラマは主演のチソンさんが70人格の御曹司を演じるっていう役なんですよ。でこれねすごい面白いドラマなんでぜひね見ていただきたいんですけど、ほんとチソンさん別人に見えるんですよね。すごい演技力でずっと感嘆して見ておりましたが、その人格の一人にね女子高生の人格がいるんですよ。でチソンさんはイケメン俳優なんですけれども、その子がピンクいなんか学生服みたいな服を着てヨナちゃんっていう子に人格が出てきちゃう時があるんですけど、その子が出てきた時にね真っピンクの口紅を塗るんですよ。でその口紅がヨナティントって呼ばれてものすごい本数売れて大ヒットしたりですとかね、
あと太陽の末裔というドラマがありましたが、このドラマでソン・ジュンギさんが高麗人参のサプリメントをよく飲むんですね。それを飲んだらもう売り上げが2倍近くに増えたと。でこの高麗人参のサプリメントも昔からある有名なサプリなんですけど、それがやっぱりドラマでね改めて登場すると、飲んでみようかなって思う人がねいるわけですよ。で実際私も韓国にいた時にヨナティーンと探しに行きました。でお店で見つけて、とんでもないピンク色だったね、ちょっとつけれないなと思って買うのはやめたんですけど、でもやっぱりドラマでそうやって目にすると視聴者はねどこのブランドなのかなとかやっぱ興味を持つのでね、このドラマへのやっぱ企業の提供額、資金の提供額っていうのを上回る売り上げっていうのはやっぱバックしてくるわけですよ。だから PPL に参入したいっていう企業も多いみたいですね。で今ではもう韓国ドラマっていうのは世界中に輸出されてますから、世界の企業も参入してくるわけですよ。でよくドラマでサブウェイを食べてるシーンとか、あと31とかもね、31は韓国ではバスキン・ロビンスって呼ばれてるんですけど、こういう世界企業も結構韓国ドラマに出てくるんですよね。で最近ではその自治体がロケ地としてあとその街を使ってもらうと。でそこにさらに制作費も提供してドラマを街で撮ってもらって、その放送された後にロケ地巡りで世界中から観光客が来てくれるっていうことで経済効果を狙うっていうこともあるらしいんですね。そこでですね、私もこのドラマの PPL にまんまとハマって課金してしまったという過去がありますので、それをいくつか紹介しようと思うんですが、私も韓国ドラマたくさん見ているんですけれども、あえて一番ハマったドラマっていうのを挙げるとしたら、私はねトッケビなんですね。これは2016年の大ヒットドラマでございます。でジョイジョイライフのゆかさんもこのトッケビが大好きで、ジョイジョイライフの方でですね、大好きなドラマトッケビを語るっていう解説会をやったらですね、何気にこれ全体の再生回数が2位なんですよ。今ジョイジョイライフでね、医学よりもトッケビが人気があるっていうことで、あらすじはねぜひこのジョイジョイライフの方で聞いてください。それでねトッケビの PPL にハマって課金してしまった話に行きますが、まずですね、ダルコムコーヒーというコーヒーショップのチェーン店がよく出てくるんです。でこのコーヒーショップはトッケビに関わるといろんなドラマで出てくるんですけど、トッケビでは死神とサニーさんの待ち合わせ場所だったりとか、あとトッケビとウンタクの待ち合わせにも使われてたりとか、いろんな場面でこのダルコムコーヒーというコーヒーショップ出てくるんですね。でそのトッケビの中で出てきたピンクグレープフルーツがすごいいっぱい入ってるジュースがすごいね美味しそうだったんですよ。でこれハニーグレープフルーツっていう飲み物なんですけど、これを韓国に行った時ですね、わざわざ、最寄りのダルコムコーヒーを探して行って飲んでまいりました。でね、大きかったんですよ。これぐらい、日本のトールサイズからグランデサイズぐらいの多分大きさあったんですけど、600円以上して結構高かったんですよね。でもフレッシュなグレープフルーツがもりもり乗ってて甘くてさっぱりしてね、すごい美味しかったです。であの時出てきた飲み物だって思うとやっぱねさらに美味しさが増すわけですよ。気持ち的な問題なんですけど、そんなわけでね、まずダルコムコーヒーに課金したっていう話と、あと買ってしまったのがねこれです。これ見えますかね、ボディショップの香水なんですね。でこれはドラマの中でコンユさんがね開けてシュッシュッシュってやってるんですよ。でこれを韓国のショッピングモールに入ってるボディショップで発見してですね、もう即買いしてしまったんですよね、これね。で私は普段全く香水って使わないんですよ。でやっぱり医療職なんで具合が悪い人も来るから、匂いでね具合悪くなっちゃったりとかするとね申し訳ないので、なるべく無臭でいることが多いんですけど、これをねすぐ韓国で買ってきてしまって、でなんとまた後で日本のボディショップでね発見してみたら普通に日本でも売ってるし、むしろ日本で買う方が数百円安かったんですよね。
でもこれがね、店員さんにこれトッケビで出てた香水ですよねっていう風に聞いたら、あ、そうですよって言ってくれて、コンユさんがねボディショップのCM キャラクターをしてるので、コンユさんのパネルと一緒に写真撮りますかとか言ってくれてですね、この香水とコンユさんのパネルとともに記念撮影をしてまいりました。もう顔はめちゃめちゃにやけてましたね、その写真の時ね。いや、そんなわけでね、もうまんまとハマってしまってるわけですよ。そしてこのドラマトッケビはですね、なんとカナダ観光局というのが資金提供しているんです。で、カナダでの撮影シーンというのが結構ね何回か出てくるんですけれども、なんとそのカナダでの撮影シーン、実は全体が PPL だったっていうのが結構私は聞いた時衝撃でございました。カナダのケベックとかでね撮影してるんですけど、本当にねもう綺麗な景色なんですよ。で、主演のお二人のビジュアルも映えてですね、いやーカナダ行ってみたいなーってなって、でこれも本当にこの新型コロナウイルスの流行がなかったらマジでジョイジョイライフのゆかさんとカナダ行こうって言ってたんですよ。もうこれもうね、ドラマの PPL にいくら課金してしまうのかっていう話ですね。あとトッケビの中で非常に話題になった PPL はイルームなんですね。イルームっていうのは韓国の家具の会社なんですけれども、こちらもコンユさんが長い間イメージキャラクターをしているんですが、このイルームはですね、ドラマの中になんと会社名ごとそのまま出てきます。で、コンユさんがここの会社の自分は代表なんだよとか言うシーンが出てくるんですけれども、それがもうイルームってそのまま映るんですよ。だからね、イルームさんはね多分相当な資金を提供したんじゃないかなと思っているんですが、でもこのトッケビでやっぱりイルームが再注目されて売り上げがめちゃめちゃアップしたらしいんですよね。だからまあそんなわけでこの PBL っていうのにもちょっと注目してねドラマを見ているっていうのも韓国ドラマの楽しみ方の一つかもしれないです。そんなわけで PPL の話してたらちょっと長くなっちゃいましたけれども、今日はですね最後今週紹介するドラマの話を少しだけして終わりたいと思います。さて、今週紹介する2000年代初頭のドラマは天国の階段でございます。このドラマもねファンが多い作品なのではないでしょうか。私もねティッシュ何箱使ったんかなっていうぐらいもう泣き晴らしながら見てましたね。本当にもう悲しい話なんですけど、なんかこう胸をつかまれるそんな作品でございました。韓国での放送は2003年の12月から2004年の2月だったそうです。最高視聴率なんと 45%。45% ってすごいですよね。もう超絶大ヒットドラマでございます。日本では2004年の後半頃からですね、テレビ局いろんなところで放送されたようです。私も日本の地上波で見ていたような記憶がありますね。で、あらすじは次回紹介いたしますが、このドラマはね本当あらゆる韓国ドラマの不幸要素をもうなんか詰め合わせて煮詰めたみたいな内容でしてね、かなり濃度濃いめドロリッチな作品となっております。泣けるドラマが見たいとかですね、クラシカルな韓国ドラマに浸りたいよっていう方にはねもうぜひおすすめしたい作品ですね。そして次回はこの天国の階段のあらすじと OST メドレーをお届けしていきます。またですね、概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。やべえ、めっちゃ長なるやんこれ。しょうがないな。終わり。